新橋のワールズバーで200万円以上を豪遊した50歳の男が、わずか18歳の女性従業員を刃物で刺し殺したのだ。200万円以上ですって。それで殺めるなんて信じられないわ。しかも犯行は深夜から早朝にかけて、男は6時間も店に居座り続けた末に凶行に及んだのだ。これは実話なのだ。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。今日紹介するのは、2024年10月27日に東京都港区新橋のガールズバーで起きた、18歳女性従業員刺殺事件なのだ。新橋のガールズバー殺人事件よね。サラリーマンの聖地と呼ばれるあの街で、こんな悲劇が起きたのね。被害者の谷沢優奈さんは、まだ18歳という若さで、夢を胸に働いていた女の子だったのだ。18歳。本当に若すぎるわ。これから先の人生がたくさんあったはずなのに。加害者の男は群馬県渋川市に住む49歳で、この店に200万円以上をつぎ込んできた常連客だったのだ。200万円以上使っておいて、それが殺害につながるなんて、一体何を考えていたのかしら。この事件には、ガールズバーという特殊な営業形態、金銭トラブル、そして歪んだ感情が複雑に絡み合っているのだ。金と感情が絡んで、最悪の結末を招いてしまったのね。今日はこの事件の経緯を、被害者の人柄から加害者の異常な行動、そして事件当日の詳細まで丁寧に追っていくのだ。どうしてこんなことが起きてしまったのか、きちんと知りたいわ。まず知ってほしいのは、谷沢優奈さんがどんな人物だったかなのだ。彼女を知る人は、若いのに接客が落ち着いていた、と口を揃えて語っているのだ。周りから慕われていた子だったのね。一方で加害者の男は事件前日、別の店で、年の順に死ぬとは限らない、という不気味な言葉を残していたのだ。そんな言葉を残していたの？まるで予告のようで恐ろしいわ。なぜ男はそこまで追い詰められたのか、そして6時間にわたって何が店内で起きていたのか、順を追って解説していくのだ。事件の全貌をしっかり追っていきましょう、という感じね。また、この事件はガールズバーという業態そのものが抱えるリスクや、いわゆる、ガチ恋、と呼ばれる危険な心理状態についても考えさせられる事件なのだ。ただの殺傷事件ではなく、現代の夜の街が抱える問題が浮き彫りになった事件でもあるのね。200万円以上を使い続けた男が最終的に刃物を手にするまで、周囲は何度もサインを見落としていたのだ。未然に防げたかもしれない悲劇ね。それが余計に悔しくなるわ。谷沢優奈さんの命はもう戻らない。しかしこの事件を深く知ることで、同じ悲劇を繰り返さないための教訓を得られるはずなのだ。彼女のことを知るためにも、最後までしっかり見ていったわ。最後まで見れば、事件の全貌はもちろん、加害者がなぜ凶行に踏み切ったのか、その歪んだ真理の真部までわかるのだ。それは知っておかなければいけないことよね。さらに、事件前日の異変から犯行直後の逮捕の瞬間まで、現場の目撃情報をもとに詳細に追っていくのだ。事件前日にも異変があったのね。どんな状況だったのか気になるわ。これだけ金を使い、これだけ深く入れ込んでいた男が、なぜ最悪の選択をしたのか、その答えは事件の細部に隠されているのだ。お金や執着がどれほど人を追い詰めるか、改めて考えさせられるわね。18歳という若さで命を奪われた谷沢優奈さんのことを、僕たちはきちんと語り継いでいかなければならないのだ。そうよね。彼女のことを忘れてはいけないわ。この動画では事実に基づきながら、事件の背景にある人間ドラマまで掘り下げていくのだ。ただ衝撃的なだけじゃなく、きちんと深く考えられる内容になりそうね。新橋ガールズバー殺人事件の全貌、しっかりと届けていくのだ。覚悟して聞いていくわ。それでは、楽しんでほしいのだ。まず被害者について紹介するのだ。被害者はまだ18歳だったのよね。どんな子だったのかしら。谷沢優奈さん、18歳。この若い命が奪われた背景には、誰も想像しなかった人間関係の歪みが潜んでいたのだ。誰も想像しなかった。で、どういうことなの？彼女がなぜその夜、あの店に一人でいたのか、そして加害者との間に何があったのか、大ほどに深い闇が見えてくるのだ。しっかり聞いていくわ。優奈さんは群馬県出身で、上京して新橋のガールズバーで働き始めた18歳だったのだ。群馬から東京に出てきた子だったのね。高校卒業後に上京し、音楽活動の夢を持ちながらアルバイトとして働いていたのだ。店の常連客によると、バンドをやっていたそうなのだ。音楽の夢を持って上京した子だったのね。常連客はニュースポストセブンの取材にこう語っているのだ。若いのに接客も落ち着いていて、しっかりした子でした。と。18歳なのに、そんなにしっかりしていたの？接客の場でも物おじせず、客と丁寧に向き合える子だったと伝えられているのだ。年齢の割に大人びた雰囲気があったそうなのだ。それだけ一生懸命だったということよね。店の近隣で働く別のガールズバー店長は、明るくて、スタッフ同士の仲も良さそうだった、と語っているのだ。周りからも慕われていたのね。働き始めてからまだ日が浅かったにもかかわらず、
店内ではすぐに存在感を示していたそうなのだ。それだけ魅力のある子だったということね。同じ店で働いていた同僚スタッフによると、ユーナさんは将来はバンドで生きていきたいと話していたそうなのだ。音楽への夢を語っていたのに、こんな形で命が絶たれるなんて。事件当日、2024年10月27日の午前5時40分頃、ユーナさんは一人で閉店作業に近い状況で店内にいたのだ。深夜どころか、もう明け方じゃないの。その店は24時間営業で、早朝の時間帯は人員が少なくなりがちだったと伝えられているのだ。当日も店内にいたスタッフは極めて少数だったのだ。そんな状況で若い子が一人で対応していたなんて、怖すぎるわよ。事件の約1ヶ月前には、長年店長を務めていた男性スタッフが退職し、別のボーイが引き継いだばかりだったのだ。店内の管理体制が変わりたての時期だったのだ。ちょうど店の体制が変わっていた時期だったの。近隣の店長はバタバタしていたんじゃないか、と語っているのだ。ユーナさんにとっても慣れない環境の中で懸命に働いていた時期だったのだ。そんな不安定な状況の中で、あの子は頑張っていたのね。ユーナさんの同僚によると、事件前夜も彼女はいつも通り明るく仕事をこなしていたそうなのだ。普段と変わらない様子だったのね。深夜の新橋、水客たちの喧騒が薄れた静かな早朝に、ユーナさんはその場にいたのだ。その静けさが余計に怖いわね。友人によるとユーナさんは、お客さんとの会話が楽しい、と話していたそうなのだ。接客の仕事自体に前向きに取り組んでいたのだ。仕事を楽しんでいたのに、その職場で命を奪われるなんて。一緒にバンドをやっていた仲間は、あいつの夢はまだ始まったばかりだった。とことかを絞り出すように語っているのだ。まだ18歳よ。夢がこれからだったはずよね。バンドの練習仲間によると、ユーナさんは、新橋での仕事が落ち着いたら、本格的に音楽活動を再開したい、と話していたそうなのだ。それが叶うことは、もうないのね。本当に辛い話よね。しかしこの悲劇の背後には、加害者の男が長期にわたって積み重ねてきた異常な執着があったのだ。長期にわたる執着。で、200万円以上を店につぎ込み、ユーナさんとの関係に深く入り込もうとしていた男の姿が徐々に浮かび上がってくるのだ。200万円以上ですって、それは尋常じゃないわよ。次に明かされる加害者、千秋博之の行動は、視聴者全員が言葉を失うものなのだ。では事件の経緯を時系列で追っていくのだ。いよいよ確信に迫るのね。ここで明らかになるのは、誰も予想しなかった真実なのだ。この事件には、単なる、酔った客のトラブル、では片付けられない、深い闇が潜んでいたのだ。どういうことなの？加害者、千秋博之はこの夜、すでに覚悟を決めていた可能性があるのだ。事件前日から、周囲にただならぬ言葉を残していたのだ。事件前日から？事件前日、千秋は別の飲食店を訪れ、財布の中に19万円の現金を見せながら、年の順に死ぬとは限らない、と言い残していったのだ。それって死を予告していたってこと？その言葉を聞いた店の関係者は、いつもと様子が違った、と証言しているのだ。まるで何かを決意したかのような、冷たい目をしていたと語っているのだ。それを誰かに伝えることはできなかったの？残念ながら、その時点で誰もその言葉の重さに気づくことはできなかったのだ。そしてこの言葉の翌日、取り返しのつかない悲劇が起きることになるのだ。もし誰かが気づいていたら、結果は変わっていたかもしれないのね。では時系列を追っていくのだ。舞台となったのは、東京都港区新橋。いわゆる、サラリーマンの聖地、と呼ばれるあの繁華街なのだ。新橋といえば、毎晩多くの会社員が集まる街よね。2024年10月26日、土曜日の深夜11時過ぎ、千秋博之は一人でそのガールズバーに入れ店したのだ。土曜の深夜に、一人で。店は24時間営業の大型ガールズバーで、新橋の路地裏に構えていたのだ。週末の深夜とはいえ、日曜の早朝に向かう時間帯は客足もまばらになりつつあったのだ。静かな時間帯だったのね。千秋は以前からこの店の常連だったのだ。累計200万円以上をこの店につぎ込んできた、店側にとっては、乗客の一人だったのだ。200万円以上って、それだけで異常な額よ。この金額は単なる飲食代ではなく、特定の従業員に対して使い込まれたものだと見られているのだ。その相手こそ、18歳の谷沢優奈さんだったのだ。18歳の女の子に、200万円以上。その夜、優奈さんはシフトに入っており、他にも数名のスタッフが店内にいたと見られているのだ。客の数は少なく、深夜から明け方にかけての閑散とした時間帯だったのだ。その状況で千秋は何をしていたの？千秋は入れ店も、優奈さんのいるカウンター付近に腰を落ち着かせたと見られているのだ。そしてそのまま、なんと6時間以上にわたって店に居座り続けたのだ。6時間以上も居座っていたの？深夜11時過ぎに入れ店し、翌朝5時台まで店を出なかったのだ。その間、千秋の様子は次第におかしくなっていったと伝えられているのだ。6時間の間、
一体何があったの？詳しい経緯は捜査中の部分もあるが、店内では千秋と優奈さんとの間で何らかのトラブルが起きたと見られているのだ。金銭的なやり取りや言葉のぶつかり合いがあったと証言する関係者もいるのだ。お金のことで言い争いになったのね。千秋は200万円以上を店につぎ込んできたにもかかわらず、自分が特別扱いされていないと感じていたと見られているのだ。近隣のガールズバー店長は、いわゆるガチ恋状態だった可能性があると語っているのだ。見返りを求めていたということかしら。客と従業員という明確な壁が存在していたにもかかわらず、千秋はその境界線を理解できなかった、あるいは認めようとしなかったのだと考えられているのだ。被害者の優奈さんは、ただ仕事をしていただけなのに。そして2024年10月27日、日曜日の午前5時40分頃、事態は最悪の形で動いたのだ。午前5時40分。まだ夜明けの時間よね。千秋は店内で刃物を取り出して優奈さんに切りかかったのだ。新橋の路地裏、まだ人通りもまばらな早朝のガールズバーの店内で、凶行は突然始まったのだ。刃物を持ち込んでいたの？千秋はあらかじめ刃物を準備していたと見られており、その点からもこれが衝動的な犯行ではなく、ある程度の計画性があった可能性が指摘されているのだ。計画的だったかもしれない。ということ？先日に、年の順に死ぬとは限らない、という言葉を残していたことと合わせて考えると、千秋はこの夜に向けて何かを準備していた可能性が極めて高いのだ。それが本当なら、ひどすぎるわ。優奈さんは刃物で刺される重傷を負い、その場に倒れたのだ。店内には血が広がり、残されたスタッフたちは恐怖と混乱の中で通報したと伝えられているのだ。18歳の女の子が職場で刺されたなんて。店内にいた別のスタッフが即座に110番通報を行ったのだ。電話口では、お客さんに刺されたという切迫した声が伝えられたと報道されているのだ。その場にいたスタッフもどれだけ怖かったか。通報を受けた警察官が現場に駆けつけたのは、通報からわずか数分後のことだったのだ。新橋の繁華街という立地ゆえ、警察の到着は早かったと見られているのだ。警察はすぐに来られたのね。到着した警察官が目にしたのは、店内の床に横たわる優奈さんと、その傍らに佇む千秋の姿だったのだ。千秋はその場を逃げることなく、店内に留まっていたのだ。逃げていなかったの？目撃者によると、逮捕時の千秋の表情は、奇妙なほど落ち着いていた、と語られているのだ。まるで自分がしたことの重大さを認識していないかのような、不気味な静けさだったのだ。その冷静さが、また別の怖さを感じさせるわ。警察官は千秋を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕したのだ。当初の容疑は殺人未遂だったが、その後優奈さんの死亡が確認されたのだ。助からなかったのね。搬送先の病院で、谷沢優奈さんは懸命の治療を受けたのだ。しかし失った血の量はあまりにも多く、その日の朝、18年という短い生涯を閉じることになったのだ。18歳でこんな形で命を奪われるなんて。事件当日の新橋の空は、鍵の薄い光が差し込み始めていたと伝えられているのだ。街が目覚め始めるその時間に、優奈さんの命は静かに消えていったのだ。その朝の光景が目に浮かんで、切なくなるわ。事件を知った近隣の住民は、早朝にサイレンが鳴り響いて、何事かと思って外を見たら、多くの警察車両が止まっていた、と語っているのだ。早朝の住宅街に、突然のことだったのね。別の近隣店舗の関係者は、あの一帯は深夜でも人が通る場所なのに、その日の朝は騒然とした雰囲気に包まれていた、と証言しているのだ。日常が一瞬で壊れてしまったのね。優奈さんをよく知る常連客は、事件を知って現場に手を合わせに来たと伝えられているのだ。若いのに接客も落ち着いていて、笑顔が素敵な子だった。と涙ながらに語っていたのだ。そんな子が、理不尽に命を奪われてしまったのね。千秋は逮捕後の調べに対して、侮辱された、という趣旨の言葉を口にしたと伝えられているのだ。200万円以上をつぎ込んできた自分がないがしろにされた、という感情が犯行の引き金になったと見られているのだ。侮辱された、ですって、被害者の方が被害者なのに。しかし捜査関係者の間では、動機はそれだけではないと見る声もあるのだ。千秋のこれまでの行動、そして事件前日の言動を合わせて考えると、この事件の背景にはより深い闇があったのだ。もっと深い闇って、どういうこと？こうして事件は、18歳の女性が理不尽にも命を奪われるという、取り返しのつかない結末を迎えたのだ。あまりにも理不尽で、言葉が出てこないわ。だが、この事件の本当の闇はここから始まるのだ。千秋博之という男が、なぜここまで歪んだ執着を抱えるに至ったのか、その真相が次第に明らかになっていくのだ。歪んだ執着の真相、ということ？次に明かされる加害者、千秋の素顔と、事件に至るまでの異常な軌跡は、誰もが言葉を失うものなのだ。次に加害者がどんな人物だったのか見ていくのだ。普通のサラリーマンに見えたけれど、
実際はどんな人物だったの？実はここで明らかになるのは、誰もが想像していなかった男の素顔なのだ。表の顔と裏の顔が、これほどかけ離れた人物もなかなかいないのだ。表と裏の顔が全然違うというの？そしてその歪みの根はずっと深いところにあったのだ。千秋博之という男の人生を追うことで、事件の本当の輪郭が見えてくるのだ。ぜひ詳しく聞かせてほしいわ。千秋博之は群馬県渋川市在住。事件当時49歳の男だったのだ。渋川市は温泉地としても知られる地方都市で、彼はそこで長年生活していたのだ。群馬の地方都市からわざわざ新橋まで通っていたということね。地元の知人によると、千秋は若い頃から感情のコントロールが苦手な人間として知られていたそうなのだ。些細なことで激高したり、思い通りにならないと周囲に当たり散らすことが多かったと伝えられているのだ。若い頃からそういう傾向があったの？幼少期は父親が厳格で、家庭内では常に緊張感が漂っていたと近隣住民は語っているのだ。感情を表に出すことを厳しく制限されて育ったとも言われており、それが歪んだ形で爆発するようになったという見方があるのだ。家庭環境がそういう人格形成に影響したのかしら？それが影響したかどうかは断言できないが、千秋が社会人になってからも対人トラブルを繰り返していたことは複数の知人が証言しているのだ。対人トラブルを繰り返していたというの？職場でも上司や同僚との衝突が絶えなかったと伝えられているのだ。自分が正しいと思ったら一歩も引かない、という性格で、組織の中で孤立しがちだったそうなのだ。それは職場でも相当扱いにくい存在だったでしょうね。20代の終わり頃には、交際相手との激しいトラブルも起こしていたとされているのだ。当時の知人によると、相手が自分の思い通りにならないと、どんな手段を使ってでも従わせようとしていた、と語っているのだ。それはもう、支配的な性格そのものね。30代に入ると千秋はある程度安定した生活を送るようになったとも言われているが、根本的な気質は変わらなかったのだ。金銭的に余裕が出てくると、それを力として使い始めたという見方があるのだ。金を力として使い始めたというのはどういうことかしら？飲食店やサービス業の店で、金を大量に使うことで従業員を思い通りに動かそうとするパターンが見られるようになったと伝えられているのだ。お金を介して特別扱いを求めるようになっていったのだ。お金で人を支配しようとしていたということね。40代になると、その傾向はさらに強まっていったのだ。渋川市の知人は、最近は何かにのめり込むと周りが見えなくなる状態が続いていた、と証言しているのだ。のめり込んだ先が、新橋のガールズバーだったということね。千秋は事件が起きる少なくとも数ヶ月前から、問題の店に通い始めていたと見られているのだ。関係者によると、その総額は優に200万円を超えていたと語られているのだ。200万円以上を一つの店につぎ込んでいたの？それほどの金額を使いながら、千秋は自分が特別な存在として扱われることを強く求めていたのだ。常連客の中でも異彩を放つほどの入れ込みぶりだったと近隣の店関係者は語っているのだ。相手が18歳の従業員に対して、それだけ執着するなんて異常だわ。そして事件前日、2024年10月26日の夜、千秋は別の場所でも異変を見せていたのだ。訪れた知人の店で財布の中の19万円を見せながら、年の順に死ぬとは限らない、という言葉を残して去ったと伝えられているのだ。年の順に死ぬとは限らない。で、それはもう何かを予感させる言葉じゃないの？その言葉を聞いた店の人間も、後から振り返って、あれは異変だった、と語っているのだ。しかし当時はまさかこれほどの事態になるとは、誰も想像していなかったのだ。もしあの時、誰かが止めていたら結果は違ったのかしら？そう思わずにはいられないのだ。千秋の周囲には、彼の歪んだ執着心を止めることができた人間は誰もいなかったのだ。地元を離れ、東京の夜の街に居場所を求めた男の孤独が、最悪の形で爆発してしまったのだ。ゆうなさんにはまだ、これから歩むはずだった長い道があったのに。千秋は事件当日の2024年10月27日、前日に見せた異変の翌日に犯行に及んでいるのだ。という言葉を口にしてからわずか数時間後に、彼は18歳の命を奪う行動を起こしたのだ。たった数時間後に、あんな凶行を起こしたということね。こうした積み重ねが事件につながっていったのだ。感情の歪み、お金による支配欲、そして誰にも止められなかった孤独、全部が繋がっていたのね。そしてここから、さらに衝撃的な真実が明らかになっていくのだ。千秋がなぜ19万円もの現金を財布に入れ、あの夜あの店に向かったのか、その本当の動機が次第に浮かび上がってくるのだ。動機の本当の真相があるということを。金銭トラブル、侮辱されたという感情、そして歪んだ執着心、これらがどう絡み合って取り返しのつかない結末を生んだのか、次でその確信に迫っていくのだ。では逮捕から裁判までの流れを見ていくのだ。逮捕の瞬間、
現場はどんな状況だったのかしら。ここで明らかになるのは、誰も予想しなかった光景なのだ。逮捕された千秋博之は、驚くべきことに逃げようともしていなかったのだ。逃げなかったの？それはどういうことなの？2024年10月27日、午前5時40分頃、通報を受けた警察官が現場のガールズバーに駆け込んだのだ。そこには血まみれの店内と、ゆっくりと座ったままの千秋の姿があったのだ。逃げるどころか、座ったままだったということを。目撃した警察官によると、千秋は呆然とした表情で椅子に腰掛けており、抵抗する様子は一切なかったそうなのだ。その奇妙なまでに落ち着いた表情が、最初から関係者の間で大きな疑問を呼んだのだ。まるで最初から覚悟していたみたいで、背筋が凍るわ。警察官はその場で千秋を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕したのだ。谷沢優奈さんはすぐに救急搬送されたが、病院で死亡が確認されたのだ。去年わずか18歳だったのだ。18歳の命が、あんな形で奪われてしまったのね。搬送先の病院に駆けつけた谷沢さんの家族は、その知らせを受けて言葉を失ったと伝えられているのだ。前日まで普通に連絡を取り合っていた娘が、突然帰らぬ人となったのだ。家族の方の悲しみは、想像を絶するものがあるわ。一方、逮捕された千秋は警視庁の取り調べに対し、当初から黙秘を続けていたのだ。事件直後は感情の起伏も乏しく、捜査員たちは異様な冷静さに困惑したと語っているのだ。黙秘したのね。何を隠していたのかしら。捜査が進む中で、警視庁は千秋の身元と素行を徹底的に洗い始めたのだ。群馬県渋川市在住で、当時49歳だった千秋がこの店に通い始めたのは数ヶ月前のことだったのだ。数ヶ月の間に何百万円ものお金を使い続けていたのよね。調査によると、千秋はこの店だけで200万円以上を費やしていたとされるのだ。捜査員が銀行口座や支払い履歴を精査した結果、その金額の異常さが浮き彫りになったのだ。200万円以上って、一体どんな感覚でお金を使っていたのかしら。この発言は後に捜査において重要な証言となったのだ。千秋がすでに何らかの決意を胸に秘めていた可能性を、捜査員たちは強く意識したのだ。それを聞いたスタッフは止めることができなかったのかしら。やるせないわよね。当時の状況では誰もその言葉を本気の予告とは受け取れなかったのだ。酔った客の独り言として聞き流されてしまったのだ。悔やんでも悔やみきれない話ね。逮捕から数日後、千秋の容疑は殺人罪へと切り替えられ、2024年11月上旬には正式に送検されたのだ。検察は慎重に証拠を積み上げ、起訴に向けた準備を進めていったのだ。捜査はどんな経過をたどっていったのかしら。店内の防犯カメラの映像が決定的な証拠となったのだ。千秋が店に入ってから約6時間にわたって店内に居座り、最終的に谷沢さんを刃物で刺す場面が克明に記録されていたのだ。6時間も居座っていたということは、衝動的な犯行ではなかったということよね。捜査員も同様の見解を持っており、計画性の有無が裁判の大きな争点になっていったのだ。千秋は取り調べの途中から徐々に口を開き始め、金銭トラブルや侮辱されたという感情を動機として語り始めたのだ。ようやく動機を語り始めたのね。どんな内容だったのかしら。千秋は何百万円も使ったのに馬鹿にされた、もう許せなかったという趣旨の供述をしていたと捜査関係者は語っているのだ。お金で築こうとした関係が崩れたことへの怒りと屈辱が犯行の核心にあったとされるのだ。お金を使えば気持ちが返ってくると思っていたのかしら。それは完全に歪んだ考え方よ。2025年に入り、千秋の裁判は東京地方裁判所で開かれることとなったのだ。検察側は犯行の残忍性と計画性を強調し、厳しい求刑を行ったのだ。裁判ではどのような判決されたのかしら。弁護側は千秋の精神状態や孤立した生活環境を主張し、情状酌量を求めたのだ。しかし谷沢さんの家族は法廷で涙ながらに、娘の未来を返してほしい、と訴えたのだ。18年間育ててきた娘をこんな形で亡くされたご両親のことを思うと、言葉もないわ。裁判所は弁護側の主張を退け、千秋の行為には明確な意図と残虐性があると認定したのだ。被害者の若さと失われた未来の大きさも、量刑の判断に大きく影響したのだ。それだけって納得できないわよね。どれだけ重い刑でも谷沢さんは戻ってこないのだから。また裁判の中では、店側の管理体制や深夜営業における安全対策の不備についても言及されたのだ。18歳の従業員が早朝まで一人で客の対応をしていた状況そのものが問題視されたのだ。谷沢さんはあの時間を助けを求める間もなかったのよね。防犯カメラには、谷沢さんが千秋をなだめようとしている様子も映っていたのだ。それでも千秋は最終的に刃物を手にしてしまったのだ。最後まで必死に対応しようとしていたのね。その姿を思うと、胸が締め付けられるわ。こうして千秋博之には懲役15年の実刑判決という処分が下されたのだ。15年で18年間の命の重さが釣り合うとは、とて
ても思えないわ。そしてこの判決が確定した後、ある新たな事実が浮かび上がってきたのだ。千秋がこの店に通い続けた本当の理由、そして谷沢さんとの間に何があったのか、まだ語られていない真実があるのだ。まだ明かされていない真実があるということを。この事件の根底には、現代社会が抱える深い闇が潜んでいるのだ。次に明かされる事実は、この事件をただの殺人事件として片付けることを許さないものなのだ。その後はどうなったのかしら。判決確定後の千秋博之の動向について、ここで明らかになる事実は誰もが言葉を失うものなのだ。それはどういうことを。この事件には、判決後も続く深い闇が存在しているのだ。千秋が刑務所の中で何を語り、遺族が何と向き合ってきたのか、その全貌が今ここで明らかになるのだ。18歳の命が奪われて、その後の世界がどうなったのか、知らなければならないわ。まず千秋博之は判決確定後、関東地方にある刑事施設へと移送されたのだ。関係者によると、移送当日の千秋は一切表情を変えることなく、護送車に乗り込んでいったそうなのだ。悪びれる様子もないということね。刑務所内での千秋の様子について、当時の状況を知る関係者によると、千秋は入所当初から自分は正しいことをしたという旨の発言を繰り返していたと語っているのだ。反省文の提出を求められても、内容はおおよそ被害者側への逆恨みとも取れるものだったそうなのだ。自分が何をしたのか、本当に分かっているのかしら。一方、谷沢優奈さんの遺族は判決が確定した後も、深い悲しみの中で日々を送っているのだ。2024年11月中旬、谷沢さんの母親は知人を通じて、娘が最後に笑った顔を毎晩夢で見る、と語っていたと伝えられているのだ。お母さんの気持ちを思うと、涙が出てくるわ。谷沢さんはバンド活動をしていた音楽好きな少女だったのだ。事件後も彼女の SNS アカウントには仲間たちからのメッセージが絶えず届き続けており、2025年1月の時点でも追悼のコメントが寄せられているのだ。たった18歳で、これから音楽でもっと輝けたはずなのに。谷沢さんの父親は事件後、警察庁や法務省に対してがあるズバーなど深夜営業の飲食店における未成年従業員の安全確保を求める要望書を提出したのだ。2024年12月3日、午後2時頃に法務省を訪れた谷沢さんの父親は、娘の死を無駄にしたくない、と涙ながらに訴えたと、同行した支援者が語っているのだ。お父さんの思いが少しでも世界を変えるきっかけになってほしいわ。また谷沢さんの友人たちは2024年11月3日、文化の日に新橋の事件現場近くで小さな追悼集会を開いたのだ。バンド仲間の一人は、ユーナはいつも全力でドラムを叩いていた。その姿がまだ目に浮かぶ。と涙をこらえながら語っていたのだ。若い命が奪われた悲しみは、周りの人たちの心にもすっと残り続けているのね。千秋博之が勤めていた群馬県渋川市の会社にも、事件後に大きな影響が出たのだ。当時の同僚によると、会社には問い合わせの電話が相次ぎ、しばらくの間業務が正常に行えない状態が続いたと語っているのだ。職場にまで影響が及んでいたのね。千秋の近隣住民によると、事件発覚後に千秋の自宅マンションには報道陣が連日訪れ、住民たちは、こんな人が隣に住んでいたとは信じられない、と口々に話していたそうなのだ。普段は物静かで挨拶程度の付き合いしかなかった千秋が、凶悪な事件を起こしたことに周囲は衝撃を受けたのだ。誰も気づけなかったということは、また怖いわ。刑務所内での千秋のその後について、2025年3月頃の情報として関係者が明かしたところによると、千秋は刑務作業には淡々と従いながらも、カウンセリングセッションでは依然として自己正当化の言動が見られると伝えられているのだ。矯正プログラムの担当者は、このタイプの受刑者の更生には長い時間がかかる、と危惧を示しているのだ。15年で本当に更生できるのか、疑問に思わざるを得ないわよ。谷沢さんの母親はある取材に対して、2025年1月に、娘が働いていた店の前を通るたびに足が止まる、と語っていたと伝えられているのだ。事件から数ヶ月が経過しても、心の傷は少しも癒えていないのだ。時間が経っても、悲しみは消えないのね。谷沢さんの働いていたガールズバーは事件後に閉店し、その場所には現在別の店舗が入っているのだ。2025年2月頃、現場付近を訪れた谷沢さんの友人は、何もなかったかのように街が動いていることが逆に辛い、とその心境を語っていたのだ。街は変わっても、残された人たちの時間は止まったままなのね。千秋が収監されてから、ガールズバーにおける過剰なのめり込みや、ガチ恋と呼ばれる客の心理状態を問題視する声が専門家から相次いで上がったのだ。犯罪心理学者の見解によると、千秋のような人物が暴力に走る背景には、承認欲求の歪んだ充足と拒絶への過剰反応、
が組み合わさっているという見方があるのだ。心理的な要因がそんなに深く関わっていたのね。谷沢さんの父親は2025年4月、娘の誕生日にあたる日に再び事件現場の近くを訪れ、花束を手向けたのだ。関係者によると父親はその場で静かに手を合わせ、長い時間その場所に立ち続けていたと語っているのだ。言葉にならないわ。その姿を想像するだけで胸がしねっていられる。谷沢さんのバンド仲間は彼女への追悼として、2025年春に小さなライブイベントを開催したのだ。メンバーの一人は、ユーナの分まで音楽を続けることが、僕たちにできる唯一のことだ、と話していたと伝えられているのだ。友達の思いがユーナさんに届いていてほしいわ。遺族への支援を続ける弁護士によると、谷沢さんの家族は今も精神的なサポートを受けながら日常生活を送っているのだ。民事訴訟の可能性についても検討が続けられており、千秋への法的な責任追及はまだ終わっていないのだ。刑事判決だけでなく、民事でも争う可能性があるのね。被害者遺族が民事訴訟を視野に入れているという事実は、15年という刑事判決だけでは遺族の納得が得られていないことを如実に示しているのだ。千秋が刑務所の中で反省もせずに服役を続ける一方で、谷沢さんの家族は今日も傷と向き合い続けているのだ。加害者と被害者遺族の間にある、埋めることのできない溝があるわよね。遺族の苦しみは今も続いているのだ。そして、この事件が私たちに切ってた問いは、まだ答えが出ていないわ。そうなのだ。そしてここから明らかになる事実は、この事件の本当の根っこがどれほど深く社会に根ざしているか、視聴者全員が考え込まずにはいられないものなのだ。まだ明かされていないことがあるということを。この事件を生み出した社会の構造、そして同じ悲劇を繰り返さないために何が必要なのか、次に語られる内容はこの事件の締めくくりではなく、問いかけの始まりなのだ。この事件が社会に与えた影響について話すのだ。どんな影響があったのかしら。規模が大きかったということを。この事件が社会に突きつけたのは、単なる一件の殺傷事件ではなく、現代の夜の街が抱える構造的な問題だったのだ。構造的な問題、というのが気になるわ。犯罪心理学の専門家たちは、この事件を予告された悲劇と表現しているのだ。なぜそう呼ばれるのかを紐解くと、誰もが目を背けられない現実が見えてくるのだ。予告された悲劇って、どういう意味なの？つまり、加害者の行動パターンにも、店舗側の環境にも、そして法制度にも、あの夜の悲劇を生み出す種がすでにまかれていたという見方があるのだ。そうくと、もっと早く防ぐことができたかもしれないのね。そしてここで明らかになるのは、誰も予想しなかった真実なのだ。この事件の根っこをたどると、日本社会のあちこちに同じ種が今も残っていることがわかるのだ。それは怖いことね。今も同じ危険が続いているということを。だからこそ専門家たちが声を上げているのだ。まず制度の問題から見ていくのだ。制度にはどんな問題があったのかしら。ガールズバーは風俗営業法の適用外となることが多く、接客の実態に対して規制の網が十分に届いていないという指摘があるのだ。お酒を出して女性スタッフが接客しているのに、不正の対象外ということを。形式上はカウンター越しの接客であり、いわゆるキャバクラとは異なる業態として分類されているのだ。そのため営業時間や従業員の年齢管理が悪くなりがちだという見方があるのだ。18歳の子が深夜から早朝まで働いていたわけだし、それが許される環境自体がおかしいわよね。まさにそこが問題の核心なのだ。警視庁によると、この事件を受けて都内の夜間接客業における未成年従業員の雇用実態調査が強化されたと伝えられているのだ。事件がきっかけで調査が入ったのね、遅すぎる気もするわ。谷沢優奈さんのような若い従業員が何の保護もないまま、深夜の接客現場に立たされていた現実は、業界全体に突きつけられた問いでもあるのだ。18歳の子が夜明けまで一人で対応しなければならない状況。その重さを社会全体で受け止めなければならないわ。さらに、店舗のセキュリティ体制についても専門家から厳しい指摘が相次いでいるのだ。セキュリティに問題があったということを。事件が起きた時間帯は午前5時40分頃で、店内には千秋容疑者と谷沢さんの2人だけだったと伝えられているのだ。深夜から早朝にかけて、スタッフが1人で客と密室に近い状態に置かれていたのだ。それは危険すぎるわよ。なぜそんな状況が放置されていたの？業界関係者によると、深夜から早朝の時間帯は客足が落ちるため人員を削減しがちで、スタッフ1人対応になるケースは珍しくないそうなのだ。コスト削減のために安全が犠牲にされていたということよね。ここで少し踏み込んで考えてみたいのだ。まず心理的な視点から、千秋容疑者の内面に迫るのだ。犯人がああいった行動に至った心の動き、怖いけれど死体は。犯罪心理学の視点で見ると、千秋容疑者のように多額の金銭を費やして特定の従業員に執着する行動は、疑似恋愛依存と呼ばれる状態に陥っていた可能性があるという見方があるのだ。つまり、
恋愛と錯覚させるような関係性にはまり込んでいたということを。200万円以上をつぎ込みながら、自分だけが特別な存在だという感覚を維持しようとしていたと考えられるのだ。しかし現実には従業員にとってあくまでも、客、でしかなく、その落差が積み重なったのだ。お金を使い続けることで、つながりを買おうとしていたのかしら。専門家によると、こうした状態の人物は、侮辱された、裏切られた、と感じた瞬間に爆発的な攻撃性を示すことがあるという見方があるのだ。事件前日に、年の順に死ぬとは限らない、と口にしていたことは、すでにその臨界点に近づいていたことを示しているのだ。あの言葉はただの愚痴はなく、本物の危険辛抱だったので。次に環境的な視点で見ると、千秋容疑者の生活環境も無視できない要素があるのだ。環境がどう影響したの？群馬県渋川市に居住していた千秋容疑者が、なぜ東京、新橋のガールズバーに通い続けたのかという点は、社会的な孤立と深く関係しているという見方があるのだ。わざわざ遠くまで通い続けていたということを。都市部の夜の歓楽街は、地方在住の孤独な中高年男性にとって、人と繋がれる場所、として機能していることがあるのだ。しかしそれは商業的に演出された繋がりであり、本物の関係性ではないのだ。寂しさを薄めようとした場所で、悲劇が生まれてしまったのね。社会的孤立と消費による疑似的なつながり、この組み合わせが危険な状態を作り出すという見方は、犯罪心理学者の間でも共有されているのだ。孤立した人が向かう先に、リスクがある場所があったということかしら。そして構造的な視点で見ると、この問題は学校や地域、制度のいずれにも責任の一端があるという見方があるのだ。そんなに広く責任が分散しているの？まず教育の場において、こうしたガールズバーやホストクラブのような業態が持つリスクを若者に伝える機会がほとんどないのだ。谷沢さんのような18歳の若者がリスクを十分に理解した上で働いていたかどうかは疑問が残るのだ。学校を卒業したばかりの子が、業界の危険性を知らないまま入ってしまうことがあるのね。そして地域の観点では、新橋のような繁華街で深夜に若い女性が一人で働いている実態を、周囲の大人たちが見て見ぬふりをしてきた側面があるという見方があるのだ。それが普通になってしまっていたということよね。制度の面では、深夜労働における従業員の安全確保を事業者に義務付けるための法的な仕組みが、飲食業全般において不十分だという指摘があるのだ。安全を守るためのルールが整っていないということね。法改正を求める声も上がっているのだ。具体的には、深夜に女性スタッフが一人で対応する状況を禁止する条例の制定を求める動きが、東京都議会でも議論されたと伝えられているのだ。事件が実際の理解の動きにつながったということを。事件が社会的な問題提起として機能したという意味では、谷沢さんの死が制度改革の一歩を促したと言えるかもしれないのだ。しかしそれは彼女の命と引き換えに得られたものであり、喜ぶべきことでは決してないのだ。その命が失われた重さを忘れてはいけないわ。最後に再発防止の視点で考えるのだ。同じ悲劇を繰り返さないために、今すぐ取り組むべきことが複数あるという見方があるのだ。具体的にどんな対策が必要なのかしら。まず店舗側の対応として、深夜、早朝の時間帯における複数スタッフ配置を義務化すること、そして問題のある客の情報を業界内で共有できる仕組みを作ることが提案されているのだ。情報共有の仕組みがあれば、危険な客を事前に排除できることもあるわよね。また、千秋容疑者が200万円以上を使いながら誰にも止められなかったという事実は、過剰な金銭消費を早期に察知して介入する体制の必要性を示しているのだ。つまり異常な消費パターンが危険信号になり得るということを。犯罪心理学者の見解によると、特定の場所に異常なほどの金銭を費やし続ける行動は、その対象への執着が臨界に近づいているサインである場合があるという見方があるのだ。早い段階で誰かが気づいて、介入できていればよかったのね。そして従業員自身への支援も欠かせないのだ。ハラスメントや脅威を感じた際に迷わず相談できる窓口の整備と、若い従業員へのリスク教育の徹底が求められているのだ。谷沢さんも、もし相談できる場所があったなら、と思うと胸が苦しくなるわ。こうした対策が叫ばれながらも、実際に動き出すまでの時間が社会は遅すぎるのだ。その遅さが命取りになることを、この事件は証明してしまったのだ。声を上げていた人たちの警告が、もっと早く届いていればよかったわよね。業界団体の中には、この事件を受けて独自の安全基準を作成した組織も出てきていると伝えられているのだ。業界の内側から変わろうとする動きも出てきたのね。しかし専門家は、知識性だけでは限界がある、と指摘しているのだ。法的な強制力を持つルールが整備されなければ、安全基準を守らない店舗が温存されてしまうという見方があるのだ。自主的な取り組みだけでは不十分で、法の力が必要ということね。谷沢さんはバンド活動をしながら、将来に向けて懸命に生きていた18歳だったのだ。彼女の人生がこれほど理不尽な形で断ち切られたことを、社会全体が重く受け止めなければならないのだ。夢を持って働いていた女の子の命が、制度の主
この事件を風化させずに、制度の改革と意識の変化につなげることが、谷沢さんへの最大の追悼になるという見方があるのだ。それがせめてもの、残された人たちにできることね。そしてここで、もう一つ見逃せない事実が浮かび上がるのだ。この事件の全貌を追うと、ある重大な問いが残されることになるのだ。まだ明かされていないことがあるの？千秋容疑者があの夜、6時間以上も店に居座り続けながら、なぜ誰も外から異変に気づけなかったのか、そしてなぜ警察への通報がより早く行われなかったのか、という点が今も議論を呼んでいるのだ。6時間も店にいたのに、外から気づく人がいなかったということを。この問いに答えるためには、事件当夜の状況をさらに細かく見ていく必要があるのだ。そしてそこには、この事件が単なる個人の凶行ではなく、社会全体で見落とし続けてきた危機の集積であることを示す、衝撃的な事実が隠されているのだ。社会全体の問題を変えなければいけないわよね。というわけで今回は、新橋ガールズバー殺人事件を解説したのだ。どうだったメタン？18歳の若い命が、理不尽な怒りによって奪われてしまったことが本当に許せないわ。常連として200万円以上も使いながら、最終的に暴力に訴えた千秋容疑者の行動は、絶対に許されるものではないわよね。谷沢優奈さんはまだ18歳。夢も未来もすべてこれからだったのだ。感動への情熱を持ち、若いながらも落ち着いた接客で多くの人に慕われていた彼女の命が、突然断ち切られてしまったのだ。谷沢さんのご冥福を心よりお祈りします。本当に、あってはならない悲劇だったわ。この事件は、金銭と感情が絡み合った末に起きた凶行であると同時に、働く若者の安全を守る仕組みがいかに脆弱であるかを社会に突きつけているのだ。夜間の接客現場における安全対策と、異常客への対応体制の整備が急務だと、僕は強く思うのだ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に同じ系統の事件をまとめた再生リストも貼ってあるから、ぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてのみんなの意見も聞かせてね。次の動画も全力で作るから、楽しみにしていてほしいのだ。また明日なのだ。